はい、皆さん、コンタコス、本気でやるダイエット中のタルタコスでございます。今回はね、やる詐欺はやめにしてガチでやってやりますよ。目指せパーフェクトボディ。さて、今回はですね、積んだと思った時に見る動画ということでね、解説していきましょうか。積んだら終わりじゃねと思う方多いと思うんですけど、意外とね、リカバリーできる場合もありますね。タコスはね、今まで結構死なないための方法は解説してきたんですけど、今回はですね、死んだ後のリカバリー方法、これについてね、ちょっと軽く解説していこうかなと思います。結構ね、タコスの配信とかでも、もう積みましたみたいな、このゲームやめます的なコメントが結構来る時があって、そういう方のためにですね、今回はね、そのリカバリー方法についてしっかりと解説していこうと思います。まずはじめにですね、このゲームにおいて皆さんね、一番リカバリーが難しい、やってはいけないことをですね、それが一つだけはございます。それはですね、ポータルを立てずに死ぬことです。例えばですけど、船で沼に行ってその沼でポータルを立てずにやられてしまうと、装備回収のためにまず船を作らなきゃいけないっていうところから始まるので、結構ね難易度が上がります。なのでこれをやってしまうとね、ちょっと装備回収どころの騒ぎではなくなってしまうので、リカバリー方法をね解説する前にポータルを立てるコツ、これについてね少し解説していこうかなと思います。さて、それでは行きましょうか。はい、ではポータルを立てるコツ1つ目ですね。1つ目はですね、このねポータルのタグを何も設定していないポータル、これをですね拠点に1つ置いておくということです。そして行動する際はね、常にポータルの素材を持ち歩くことによって、これでですねポータルを立てやすくなって素早く帰還できるので、ピンチになったとしてもポータルを立ててねすぐ逃げることが可能ですね。どんな感じかというと、はい、こんな感じでね、結構今敵モブに追われてますね。こういう時にもう休息済みもねあと少しで切れそう。なかなか大骨バフも使えないなっていう場合がねあると思います。そういった時にね、作業台を設置してポータルを設置するとね、すぐタグがつながるので、はい、このままポータルに入ってしまえば拠点に帰ってこれると。そういう意味でですね、このポータルのタグを設定する必要がなく、すぐ拠点のねポータルとつながってくれるので、必ずですねこの拠点に無印のねポータルを置くことをお勧めしますね。では続きまして、ポータルを立てるコツ2つ目なんですけど、これですね、先ほどのね状況を見て分かる通り、ポータルね壊れてないですよね。あんだけモルゲンとかワシとかのモブがいたんですけど、ポータルね今壊れてません。これねどういうことかというと、タコスもね結構検証して分かったことなんですけどね、ポータルというのは、くぐり抜けてる間に壊れなければポータルはね基本的には壊れません。どういうことかというとですね、こちらのね検証動画をご覧ください。はい、この動画をね見てわかる通り、ポータルをねくぐり抜けた瞬間にモブの動き止まってます。で再びですねプレイヤーが近くに行けばモブたちは攻撃しだしますね。ということで、プレイヤーのねある一定の距離にいる時は、モブたちはね動くんですけど、ポータルをくぐり抜けてある程度離れてしまえばモブたちはね動きません。
なのでポータルも壊されない、そういうことでございます。つまり何が言いたいかというと、このコツの2つ目はね、ポータルを壊されることはあまり考えなくていいっていうことです。ポータルを壊されることが心配でポータルを立てずに死んでしまうよりも、こういう形でね、無名のポータルでもいいので、ポータルをどこでもいいので作ってくぐり抜けてしまえば結構壊れないことがあるので、ポータルを立てないよりかは100倍マシでございます。ただですね、このポータル入った瞬間敵すぐ襲ってくるので、しっかりとね大骨バフを回復してポーションも常備して再び挑むみたいな感じね、するのがおすすめですね。ということで、この緊急用に無名のタグポータルは必ず常備しておこうっていう解説でございます。で、あともう一つが、上陸した地点に安全なポータルを何箇所か設置しようということでございます。もちろんですね、緊急用のポータルはこういう形でタグなしのポータルを作るのもいいんですけど、あとはね、この2番とか3番みたいな形で、この新しい島に上陸した時に安全なところにポータルを設置しておいて、もしねポータルを立てずに例えばここで死んでしまっても、ここのね安全なポータルがあれば、ここからね死体回収できるので、そういった面でも新しい島に上陸した時にある程度探索して安全な場所にねポータルを立てておくっていうのはすごい重要なことですね。なので、タコスがね考える安全なポータルの設置場所ですね、それをねざっくりと解説します。草原、黒い森あたりは置いときますね。沼から行きましょうか。はい、まずは沼の安全なポータル設置場所、ここですね。霊廟の上です。はい、ここならね結構壊されないですね、よっぽどのことがない限り。なので沼に着いた時は、ここにね作業台置いておけばジャンプね届くと思うので、作業台を置いて作業台の上に乗って、この霊廟の上に乗ってポータルを立てて、ここからね霊廟とか沼を探索してもらったらいいですね。はい、でお次山ですね。山なんですけど、こんな感じでモデルの祭壇の下あたりにポータルを立てておけば安全ですね。であとはですね、銀掘った穴とかですね、あそこにポータル作っておくのも安全ですね。ドレイクの攻撃は受けるんですけど、狼とかねストーンゴーレムとかは、よっぽどのことがない限り穴降りてこないので、そういう意味ではこの穴のところにポータルを設置するっていうのがいいですね。はい、続きまして平地ですね。平地はですね、このでっかい岩の上、これをですね周りちょっと削ってあげて登れないようにしておく、ピューリングたちを。そうするとね結構安全にポータルを設置できますね。ここが平地の安全場所ですね。はい、お次霧の地ですね。霧の地はねこんな感じで壊滅させたドベルグの拠点とか、あとはね建物の中にあるダンジョンですね。ダンジョンの中とかが比較的安全にはなってきますね。この辺りにポータルを立てて、そこからね行動しておけば大丈夫かなと思いますね。はい、続きまして灰の地ですね。灰の地ね比較的安全な場所はこのねダンジョン、このダンジョンの入り口のところに盛り土をして、ここにポータルを立てておくっていうのが比較的安全ですね。ただちょっとね火の粉とかがもしかしたら当たる可能性もあるので、ここにねシールドコアとか置いておいたら、かなり安全ですね。簡単にねこういう形で封鎖できるので結構おすすめでございます。これ今ねここの外にモブいっぱいいるんですけど、どんな感じかというと、はい、こんな感じなんですけどね、モルゲンとか戦士とかがねわらわらといるんですが、こっちには気づいてますが攻撃はされないんでね、これがねお手軽に作れて比較的安全な灰の地のポータル設置場所ですかね。さて以上がですねポータルを立てるコツになります。これをね覚えておけば、ポータルを立てずにね死んでしまったっていうことは減るかなとは思うので、ちょっとね頭の片隅にでも覚えておいてください。さてそれではいよいよですね、死んでしまった時のリカバリー方法、こ
これについて解説しましょうか。さてそれではわりかし絶望する状況を作ったのでちょっとね見てみましょうか。どんな感じか。舞台はね灰の地でございますね。で灰の地にこんな感じでポータル作って、で死んでしまった場所ここです。こっからピャーっと行ってパーッと行ってここですね。ここに遠近掘ってる最中に死んでしまったと仮定しましょう。でこのマグマの中にね、落ちちゃったと。で死んじゃったっていうパターンですね。これねやってしまった場合タコスでもねわっちゃーって感じですね。結構距離も離れてますしなかなかね骨が折れるんですけど回収できないことはないかなと思います。はい、それでは灰の地装備回収装備がこんな感じですね。これ何かというと旧世代の装備ですね。詰め物装備と、ロックスのケープで、おそらくねフロスナー倉庫に眠ってると思うのでフロスナーと、あと黒い金属の盾、そしてでご飯はですね普段食べてるもの、灰の地突入を予想して、霧の地の食事にしてますね。であとポーションあれば嬉しいですね。ラタトスク、そしてスタミナの持続蜂蜜酒とポータル素材、こんな感じでね出かけようかなと思いますね。はい、こんな感じでね行こうと思います。でバフは大骨ですね。でまずこのポータルをくぐる際にやっていただきたいことは、死ぬことですね。 DIE チャット欄に/DIE って押すと死ねるので、これでね墓作っときましょう。スキル低下なんぞも装備回収に比べればどうでもいいでしょう正直。でこの墓を取るとね死体走りのバフ使えるので、このねバフを使いつつ装備をね回収していこうっていうのが、この装備回収、リカバリーの極意ですね。リカバリーの極意はポイントとしては死体の走りを活用することと、前の装備をね装備するっていうこと、倉庫に眠ってる装備ですね。あとは大骨のバフです。これをね活用することによって、おそらくね墓回収まではいけるかなと思いますね。さあやっていきましょうか。取って装備、ご飯食べてポーション飲んで、さあ行きましょう。はい、後ろからねちょっと鳥がね襲ってきてるんですけど、ちょっと関係なしに突っ込みます。お、休憩済みを忘れましたね。これは痛い。これは痛いですよ。さあ気にせず後ろを振り返らずひたすらね前を見ましょう。で歩きつつスタミナを回復して、で後ろを振り返るとね、敵あんまいないな。敵があんまりいないのでこのまま行きたいですね。はい、とりあえずね近くにまで来ましたね。なんとか。で近くに来たらですね、そのままおそらくこのままねこの火山玉使って溶岩に行けばちょっと敵モブにねやられてあちゃちゃっていうことになりそうなので、適度に歩きつつダメージもね受けていいんで、このねまずはここですね。このモルゲンがいるダンジョンですね。このダンジョンをね目指しましょう。死体の近くにあるダンジョンですね。このダンジョンの中安全なんですよ。モルゲンはねいるんですけど、はい
まあここに入ればですね、敵の攻撃届かずに安全地帯になるので、まあここでね、しばらくちょっと敵の攻撃が収まるのを待ちましょう。ここから動くとね、モルゲンを襲ってくるんですけど、まあ大骨バフあったら倒せるんですけどね、まあ倒したい方は別に倒してもらってもいいですね。さてそろそろいいかな。さてそれでは一回ね、外出ましょう。で外出て、まずはねポータルを立てて帰ります。と暗くて見えんの OK。 はい、無名ポータルですね。無名ポータルで帰りましょう。でまあ一旦夜なんで寝ましょうか。はい、それではね、朝になって休息済みのバフも取れたので、もう一回入りましょうか。もう一回入ってですね、まあ明るいところでまずはここのねポータルの安全にしましょう。はい、これで OK ですね。でここにマークをすれば、まあこっからね、ここだったらまあ回収できるかなと思うんですよね。なのでこっからここまでね頑張って回収していきましょうか。でこの装備はですね、そうですね、ちょっと一旦置いといてですね。さてそれではポータルもね近くに設置したので、まあこっからねここまで死体回収いきましょうか。ここに墓があって、まあ休息済みもね取れてます。まあこの墓ですね、どんなアイテムでもいいので一つだけ持っていればこの死んだ瞬間にね墓になるので、まあ樹脂とか石とかでも大丈夫ですね。これ中に樹脂入ってますね。で持ち物がこれですね。まあポーションと体力食3食、そしてハンマーで火山玉ですね。まあ手持ちね結構少なくしないと装備回収ねした時にいっぱいだとね墓回収できないので、まあなるべく最小限でいきましょうか。でまあこの装備なら、まあ、別にね死んでもそんなに痛手ではないかなとは思うので、まあここからここまでね頑張って回収しましょうか。ではポーション飲んで死体の走り使ってゴー。出れん撤退。さてそれではね気を取り直していきましょうか。ポーション飲んでゴー。ほあしまったお分かりいただけただろうか。ほうしまあこういうねバカみたいなことも起こります。さてそれでは気を取り直していきましょうか。まあねああいったアクシデントもありましたが頑張って回収しましょう。ですね1個前にですねこの自動収集オフにしといてください。まあ初期設定だとキーボードだったら V ボタンで変えることができますね。まあこれその辺にある石とか拾っちゃうとまあ装備回収できなくなったら困るので自動収集はねオフにしといた方がいいですね。さてそれではスタミナ食3食食べた。ポーション飲んで墓回収最後。意外と冷静になることが大事ですね。よっ。あおお耐えてる死体の走り様々ははははは。はい、これでね無事装備は回収できました。はい、
こんな感じですね。まあ死体の走り使えば、まあ多少だったらマグマ耐えられるので、まあちょっとだけですけどね、ちょっとだけ耐えられるのと、あとねスタミナの減りほぼないので、まあ死体の走りはねぜひ活用していってほしいですね。で今回ね大骨バフ使う機会なかったんですけど、まあ装備でもね、まあ灰の地の敵と戦えないことはないんですけど、まあ怠慢に限りますね。怠慢だったら頑張ったら戦えるんですけど、まあフロスナーとかね、糸装備でもまあ戦えるんですけど、まあできたら先ほど紹介したポーションですね、ラタトスクポーション使ってもう振り返らずにダンジョンまで進んだ方がいいかなとは思いますね。でどうしてもですねもう回収できない、もう無理だと、まあ、タコスの方法を使ってももうこんなもんどうしようもないよみたいなね、時があると思います。まあこのバルヘイムねなかなか死にゲーなので、まあそういう時あるんですよ。でそういう場合はですねこのワールド補正をしてもらって、このね受け身の敵これにチェック入れましょう。はい。でこれでスタートして、でまあ試しにですね、じゃあ先ほどのねこっからこの遠いとこからさっき死んでしまったこのね墓を回収しましょうか。さてどんな状況になってるかというと、はい敵にね遭遇しても敵が攻撃してきません。まあこういうね状況を作ることができます。まあこれならねもう誰であろうと安全に墓回収いけちゃいますね。はい、めんどくさいバルキリーも羽ばたいてるだけ。モルゲンが出てきても襲っては来ないです。はい、何事もなくねここまで来ましたね。であとはもうゆっくりとね焦らずこの火山玉でねここまで渡って、お、危ね。はい回収できましたと。であとはね元来たポータルまでここまで戻るだけですね。まあちょっとめんどくさいんで省きますけど、まあこんな感じでね、敵が敵対しないので誰でもね簡単に死体回収できます。で死体回収が終わればログアウトして再びワールド補正でこのチェックをね外せば敵はね再び攻撃してくるようになるので元通りになりますね。まあこれをね使えば死体回収ですね、もうどうしてもできないっていう時に限りますけど安全にね墓を回収することは可能ですね。ワールド補正ね抵抗あるよっていう方いると思うんですけど、まあこのゲームねかなり難しいです。かなり難しいので全然恥じることないですね。絶望してゲームやめちゃうぐらいだったら死体回収だけねこのワールド補正使って墓回収して再び戻すっていう方法をね使ってみることをタコさんねおすすめします。はい皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね積んだ時に見る動画ということで解説させていただきました。まあ結構ね、死んだ時の死体回収嫌だなーって思う時あると思うんですけど、まあこのね方法を活用してもらえれば、まあ、少しでもね楽になるかなと思いますね。まあ、もしどうしても回収できない場合はさっき紹介したワールド補正ぜひね使ってみてください。それではね何か教えてほしいこととかありましたらぜひねコメント欄の方で教えていただけると、まあ、タコスもね動画のネタになるので、まあ、もしねこの辺がきついっていうところがあれば何かコメントで教えてくださいませ。ということで今日はこの辺でお別れです。また次回お会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますのでぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。